企画としてお届けしているデアゴスティーニのダイキャストモデル付きマガジンシリーズ第二次世界大戦日本の傑作機コレクションの第5号を紹介していくのだ。第5号は日本陸軍の戦闘機一式戦闘機はやぶさでしたね。発売日は11月25日だったはず。その通りなのだ。今回も規則正しく各種ペースで展開されているわけなのだ。そしてこの企画も今回が最終となりますね。次号以降でも気になった機体があれば取り上げる可能性もあるのだ。そして今回は一式戦ですね。このシリーズでは初めての陸軍機となりますね。そうそう、対戦機といえば冷戦を中心に海軍機の方が有名だけど対戦中は一式戦の方が有名だったみたいね。戦時中の映画加藤はやぶさ戦闘隊で広く国民に知られた戦闘機でしたね。プラモデルでもいくつかのメーカーから出ていますね。当チャンネルでも日モの48分の1スケール、長谷川の72分の1スケール、そして富士見の72分の1スケールをレビューしてきたのだ。日モと富士見は1型で長谷川は2型でしたね。マガジンに付属するのは2型のようなのだ。マーキングは飛行第64戦隊かな。いわゆる加藤はやぶさ戦闘隊の所属機なのだ。中隊ごとに垂直尾翼の矢印の色が違うんですね。そうそう、なので今回のダイキャストモデルは第3中隊所属機だと思うのだ。で、今回のマガジンはどんな構成になっているんです？毎回同じ構成なんだけど機体の初見や開発の背景、激闘録、マーキング例、関連人物紹介、そしてライバル機比較などが章立てとして挙げられているのだ。今回の激闘録は何が語られているんでしょうか？そこは次章で詳細に説明するのだ。そもそもはやぶさってどんな戦闘機なんです？一式戦闘機はやぶさは中島飛行機が開発した戦闘機で97式戦闘機の後継機になるのだ。97式戦闘機はノモンハンや日課事変初期に活躍した戦闘機ね。97式戦闘機は最高速度は時速460キロを誇り、航続距離は627から 960km、 特に格闘性能に優れた戦闘機だったのだ。当然この数値を超える要求性能が提示されるわけですね。そうそう、格闘性能を維持しつつ時速500キロを超え長大な航続距離、引き込み足の採用などかな。最初の量産型は1型ですね。大東亜戦争開戦時の機体ですね。最高速度はわずかに時速500キロに届かなかったけども増装を使えば 3000km も飛べて格闘性能も担保された。そして今回のダイキャストモデルで紹介されている2型ですね。エンジンを乾燥して出力が増したのとプロペラが3枚ブレードとなったことで時速515キロから540キロまで向上したのだ。そのあたりの技術的背景もマガジン内で図解とともに説明されていましたね。また激闘録ではマレー半島における空戦やニューギニア方面、ビルマ方面などの空戦を中心に一式戦の活躍を中心に陸軍航空隊の戦いが説明されているのだ。なるほどね。さらにライバル機の比較、最高速度、航続距離、馬力、翼面荷重といった数値を並べて比べているのだ。これを見るとスピードは劣勢ですが航続距離と翼面荷重が圧倒的に優れてますね。さらに関連人物紹介ページでは加藤中佐、黒江少佐、花吹総長、そして開発者小山技師などが取り上げられていましたね。巻末では戦闘機のネーミングに関して触れられています。海外での戦闘機の愛称が付けられた実情や日本海軍戦闘機の名前の付け方などが特集されているのだ。ではいよいよ第5号のダイキャストモデルを見ていくのだ。今回もほぼ完成状態で梱包されているようですね。そうなのだ。まずは胴体と主翼、すでに死の字状態でキャノピーから内部が覗けるのだ。座席や操縦桿などが見えますね。そうなのだ。主翼にはピトー管も装着済みで柔らかめの素材、折れにくくてありがたい設計なのだ。プロペラはスピナーと一体で組まれていて塗装もしっかりとしていますね。脚部は左右支脚がすでに組まれていてタイヤや支脚、カバーが一体で塗り分けられている。今回も飛行状態再現用のカバーが付属していて差し替えが簡単なのだ。一式戦はタイヤ部分のカバーがありませんね。差し替え用のカバーもタイヤと一体となっているのだ。そして尾輪ですね。こちらも一体成形で塗装も丁寧。左右の主翼下には増装を1個ずつ吊るせるのだ。操縦席前方にアンテナを差し込むわけね。中期状態での完成した姿はこのような感じだ。風を送ればプロペラも回り専用スタンドで飛行姿勢も楽しめるのだ。さ
さて実際に組み立ててみてどうでした？今回も組み立ては非常に簡単で、あっという間に完成したのだ。良かったポイントは？まずは塗装。垂直尾翼の舞台マークや胴体の白線、飛線もしっかりと再現されている。敵味方識別体も綺麗なのだ。造形はどうでしょうか？パネルラインもオーモールドでしっかり入っているので、ディテールは十分と感じた。筋彫りには墨入れもしてありましたね。そうそう、鏡面の能力色にブラックで入るパネルラインが印象的なのだ。キャノピーの透明度が高く、コックピット内部も少し見えますね。コックピットは青竹色で塗られている。座席や操縦桿などが確認できるのだ。逆に気になった点はありますか？カバーの塗装かな。中期状態、飛行状態のともになんだけど、敵味方識別体と能力色の塗装となっている。確かにここは能力色ではなくシルバーの方が自然ですよね。こういったカバーの一部分が違う塗装をしたマーキングの期待もあったのかもしれないね。飛行状態のカバーもちょっと変ですね。一式戦闘機はタイヤ部分のカバーがないんだけど、このダイキャストモデルではタイヤを塗装で表現しているからね。簡易的表現ってことですかね。とはいえ飾った姿はかっこいいのだ。このスケールで一式戦2型は国内のプラモデルでは長谷川のみ。対戦中国内向けには冷戦よりも知名度があった戦闘機だけど、戦後の冷戦の知名度に押されてあまりプラモデル化はされてない印象。まあ75分の1スケールで LS からも出てましたけどね。途中から72分の1スケールとして販売されたキットですね。ということで今回は日本の傑作機コレクション第5号一式戦闘機をお届けしたのだ。前回もお伝えしていますが、この傑作機コレクション紹介企画は今回で一応区切りなんですよね。マガジンは引き続き各種ペースで発売されていくのだ。気になる次号は何でしょうか？次号第6号は陸軍の4式戦闘機はやて、発売は12月9日なのだ。そして気になる7号以降のラインナップをおさらいしましょう。海軍攻撃機、優勢、陸軍3式戦、飛燕、零式艦船、52型、その後継、烈空、さらに99式艦爆11型と続く豪華な顔ぶれなのだ。さらに第8号の発売日には別冊世界の傑作機 BF109G グスタフも登場。こちらは4号ごとに発売される予定なのだ。というわけで最後までご覧いただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をぜひお願いしますなのだ。ではバイバイなのだ。